今回の動画で僕たちは N 語の試験勉強をしていこう。N 語の10と円の2つの漢字を勉強するよ。まず最初にサムネイルの答えを発表するね。答えは10人十色。10人十色というのは好き嫌いや考え方、パーソナリティがみんな違うってことだよ。それではいつもの漢字クイズを始めるね。さて、この漢字は何と読むでしょうか？ヒントはひらがな7文字です。これは日本のお金の単位です。このくらいのお金を持っていると私は嬉しくなります。日本ではカメラのいいやつが買えたり iPod Air が買えたりするお金です。答えは最後に発表しますね。まずは10、音読みは10字、音読みは10字、訓読みはとうと、訓読みはとうと。例文いきます。3回繰り返します。漢字を10回練習する。漢字を10回練習する。漢字を10回練習する。細かいことを言うと10回が正しい発音です。しかし日常で使われるのは10回という発音が多いです。日本語はそういった本当は間違ってるけどよく使われる発音というのがあります。教科書だけが正解ではないということです。頭を柔らかくして勉強していきましょう。他の言葉も一緒に覚えてみましょう。こんな言葉もあるんだ。へえ、知らなかったくらいで大丈夫です。十字路、十字路、十字路、50音、50音、50音。とつき10日、とつき10日、とつき10日。とつき10日と聞いて疑問に思った人もいるでしょう。実は同じ漢字で10月10日とも読みます。しかし意味が全く違います。10月10日は日付です。とつき10日はお母さんの妊娠期間のことです。お母さんが妊娠をしてから出産するまでの間がだいたい日本では10ヶ月と10日間。その期間のことをとつき10日と言います。これは日本だけの文化のようです。英語圏では妊娠期間は9ヶ月が多く9 months と言います。私も初めて知りました。面白いですね。次は円を覚えましょう。音読みは円、音読みは円。訓読みは丸い、訓読みは丸い。例文いきます。3回繰り返します。円安で日本に行きやすくなった。円安で日本に行きやすくなった。円安で日本に行きやすくなった。円安というのは日本のお金の価値が安くなった、弱くなったということです。ですので他の国、特にアメリカなどのドルの価値が高くなった、強くなったということです。日本に旅行、夢の日本に住むことが簡単、easy になりましたね。みんな日本に Welcome。他の言葉も一緒に覚えましょう。こんな言葉もあるんだくらいで OK です。円高、円高、円高。円盤、円盤、円盤。円満、円満、円満。円高は円安の反対の言葉です。円はサークルの意味で使われます。円満は家庭円満などファミリーが仲がいい時に使いますよ。あなたの家族は仲がいいですか？悪いですか？クイズの答え合わせをしましょう。答えは10万円、10万円、10万円。もし私が10万円持っていたら嬉しくなっちゃうお金なんだ。10万円あったらちょっと高いカメラが買えたり、新しいソファーが買える。それにゲームも買えるし、家電製品も買えるよ。ちなみに1万円、2万円、3万円と数えるよ。お金の数え方で万円
の部分は変わらないよ。10万円は夢が広がるね。私はニコンというメーカーのカメラを10万円で買いました。それでは今日習ったことの復習をするよ。今日は2つの漢字を覚えたね。そう、N 語の漢字10円を勉強したね。ベーシックな漢字は日本では日頃から使います。N 語の漢字を覚えていくと、日頃目にする漢字をわかるようになるよ。頑張ってね。では今日のお勉強を終わります。では、ケイでした。